お土産、何がいいかなーって迷ったんですが。ここはあえて、こっちでも手に入りそうなものを選んでみました。うわー、どら焼き？そう、学校近くにある、松野、って有名なお店のね。ありがとう。早速いただきましょ。びっくりした。そんな立派な箱持ってくるから、反物か掛け軸でも入ってるのかと思っちゃった。え？そういうもん？奮発したんだよ。メーカーの冷えだけにご招待されたんだから。前から来てみたかったんですよ。人里で一番のメーカーがどんな家なんだろうって。大きい家でしょ。そうよね、使用人さん何人もいるのはすごいなーって。あ、たくさんあるのでお家の皆さんにもぜひどうぞ。そうさせてもらうわ、食べきれないから。名家と呼ばれてたなんて昔の話よ。今となっては不便なところにあるただの古い家。上がってくるのも大変だったでしょ？いえ、私の家も結構な坂の上にあるから平気です。あら？そうなの？すごいなー。あ、美味しい、甘くて。そりゃそうだよ。同じようなものでも、やっぱり外のものとこっちのものは、かなり違うのよね。そういうもんですか？怖い話を書くんですか？日枝さんが。そう、いろいろ意見を聞きたいの。外の世界に住んでいる宇佐美さんに。なんかまた唐突ですね、書くって。アキューはいろいろ小説を書いてるから、ペンネームで。それは知りませんでした。なんてペンネームですか？まあそれはおいおいというとして。宇佐美さんはそういうことが詳しいとこ鈴に聞いたから、オカルトや都市伝説を。それほどでも、ありますよ。ただまあ、何でも知ってるわけでもないですが。それでもよければ、どうぞ。そもそもこっちにも怖い話ってあるんですか？あるわよ。カラス天狗の出してる新聞や週刊誌にも、たまに怖い話が載ってるわね。外来本にも怖い話はいくらでもあるし、夏になったら肝試しもするし、人が集まって怪談を語り合ったりも、よくあるわ。でも、人間以外のいろんな存在が人前を普通にぶらついてるこっちで、一体どんな話が怖いんですかね？災い事を起こして人間を怖がらせると、巫女がボコりに来るでしょ。私だってそうでした。それもそうね。厄介なことをするより、人間に好かれている方が得だと思っているものも増えてきたわ。ホラー映画でもよくあります。井戸から出てきて人を呪ったり、湖でカップルを襲ったりの恐ろしい存在だったはずが、続編が出るごとに人に受け入れられて、どうやって呪うか、どうやって襲うかを期待されるようになって、本人もそっちに合わせて愛嬌を見せていく。なんて、そういう話はよくわからないけど、よく言えば愛されようと、悪く言えば媚びを売ってるような覚えがあるのは確かよ。テレビ放送って見たことある？当然ありますけど。外の、じゃなくて、幻想郷にもあるの、テレビ放送が。へえ、それも知らなかったな。カッパと天狗と、あと竹林のウサギがチャンネルを持ってるんだけど、どのチャンネルも、自分たちのいいところを宣伝放送して、人間の支持を集めようとしてるわね。外の世界の言葉で言えば、プロパガンダ？それはつまんなさそう。支持を集めて、人々への影響力を強めようとしているのかもしれないんだけど。そんなのを見せられて怖がれと言われても無理な話よ。鹿や犬、熊、イノシシとかの野生動物の方がみんな怖いんじゃないかな。犬とか鹿って怖いの？怖いでしょ？あとは言葉も通じないような七種の野良妖怪か、火事や地震や台風。話せばわかる。ような連中には恐れを感じなくなっちゃったんですかね。1、2年ごとに今まで知られてなかった妖怪が出てきて、最初は自らの強さと恐ろしさを売りにしてても、いつの間にやら自分の愛らしさを売っていく。ような。そんなこと考えちゃうと、なかなか筆が進まないわね。じゃあちょっと話戻りますけど、こっちの新聞や週刊誌にはどんな怖い話があるんですか？そうね。最近だと、鏡の話がちょっと流行ってると聞いたわ。よく聞くわね。鏡。鏡？何鏡？鏡。どんな話なんですか？里の西の方にある廃村のお屋敷跡にあるって鏡の話で、その鏡に映ってしまったものは、呪われるだとか、毎晩家に誰かが来るだとか、鏡の中に連れてかれちゃうとか。とにかく自分の姿が映っちゃったらダメだって、里の子供たちはそん
話をしてる。本当にあるの？そんな鏡。本当かどうかわかったものじゃないわ。カラス天狗の書いた記事だから。その配送って、歩けば行って帰って半日かかるところだし、子供が好奇心で見に行くなんて無理ね。はあはあ。じゃあまあこちらでの都市伝説ってもんですかね。鏡といえば、私の、外の世界だと紫鏡って話がありますよ。へえ、どんな話？紫鏡って言葉を成人になるまで覚えていると、呪われるだとか、焼けただれたようなお化けが目の前に来るとか、鏡の破片が全身に刺さるとか。それは、成人を過ぎてから知った人はどうしたらいいの？さあ、成人って何歳？ 14、18、20？それもちょっと。あと他には、森の奥に不思議な水の湧き出る泉があったんじゃないか。だとか、全長50メートル以上の巨大鳥の目撃談。とある魔法使いのドッペルゲンガー。なんて記事が最近の人気。それは怖い話というかなんというか。何者かが出てくるより、わけのわからない現象が起こる方が怖いんですかね。あ、そういえば小鈴ちゃんの、不思議な本ってどうなったの？それは、もう、いいわ。そうなの？本といえば、外で最近ネットから出てきた怖い話があって、書籍化もされたんですよ。まだネットで見れますから、読んでみますか？いいの？じゃあお言葉に甘えて。これは、お化けというよりは神様っぽい存在なのかしら。そうなんですか？そうよ、神様なんてわがままだし、すぐたたるし。神様がたたるの？神様は、禁忌を破ったり、決まり事を守らない者には容赦なく、たたるわね。ただ単に自分の思い通りにいかない時にも、遠慮しないわ。じゃあ神様って本当は恐ろしい存在。そう、神様を見てはいけない。神様と関わってはいけない。神様の名前を声に出して言ってはいけない。聞いてもいけない。それくらい厳しいの。こっちの神様といえば、昼間から飲んだくれてたり、商売に必死だったり、お芋を配ってたり、すごく緩そうなのにね。さっきの話に出てきた紫鏡だって、実は何か神様に関係のあるものだったりして、そう考えていくとさらに奥深くなっていくかもしれませんね。こっちの鏡だって、実はもともとは神様の持ち物だったりしてね。神様を移してしまったから、たたられて変な力を持つようになってしまった。なんて設定も思いつくわね。鏡ってものは怖い話によく出てくるような気もしますが、どうしてなんでしょう。深夜0時に鏡の前に立つと後ろに誰かが映ってる。とか。こっちにもあるんだ、そういう話。あるよ、あと三面鏡の話もね。あるある。人ってそもそも、自分の姿や顔を見るのが嫌なのかもしれない。だから鏡に映るのが怖い。鏡そのものも怖い。それはちょっとわかりません。だったらお化粧どうするの？今思いついたことだから。でもこの話面白いのね。よくわからない言葉や場面もいくつかあるけど、本当にあった話、起こった話の証言として、いろいろまとまっているのが、最近はそういうのが流行ってますね。なんとかドキュメントっていう。実は風怪談。とも言うのかな。みんな怖い話好きよね。百物語とか。好きだよね。怪談の動画とか、心霊スポット動画とかすごくたくさんある。よければそっちも見てみます？いいの？じゃあ遠慮なく。これさ、怖い場所にいるんでしょ？そうだよ、心霊スポット。大声でわざとらしく喋りすぎじゃない？本当に何かが来たらどうするの？そういうの期待して撮影してるし。あまり黙ってると見るのやめちゃう人も多いから。怪談師、なんてこっちにはない新しい職よね。その怪談師同士で競わせて、誰が一番怖い話をしたかを決める催しをしてるのね。面白そう。こっちでもそういうイベントやってみたらどうです？話を考えるだけならいいけど、そういう催し事や話すのは誰かに任せたいわ。どうしてみんな、怖い話を聞いたり、自分から怖いことに関わろうとするんだろうね。怖いものを見たり聞いたり、関わろうとしたりすると、自分のすぐそばにこの世じゃないものが近づいてきて、怖いことや不思議なことが起こるのかもしれない。って誰かの話の受け売りなんですが、怖いと思う気持ちと、何かが起きないかと期待する気持ちもあるのね。外の世界の人々には。それでこんなにたくさん怖い放送があるのかな？とても全部は見れないわね。あれ？
急に真っ黒に。バッテリー切れちゃった？ちょっと見せて。映っちゃった。え？言ったよね？ダメって。そう、映ってはダメ。二人とも何言って。ここ、どこ？日枝さん。小鈴ちゃん。この箱、私が持ってきた？水？ああ。夢？どこから夢？夢じゃない？どら焼き、持って行ったよね？何あれ？面白。まだあんなのもあるんだ。これ持っていこ。モバイルバッテリーも。あ、戻ってきたのね。びっくりした。いきなり消えちゃうんだもん。ごめんね急に目が覚めちゃった。私っていつから消えてた？すみれ子の電話を返して。すみれ子がその画面を見てた時かな？そっかそっか。さっきの鏡の話って、もっと詳しく教えてくれない？なんかすごい興味出てきた。そうね。呪われてしまった人は、自分の周りにいくつも、鏡が現れる。もしくは、実は自分の周りに、鏡がいくつもあると気づいてしまう。鏡をずっと見ているとやがて鏡が白く輝き出して、それは鏡の中に入ってしまったから。そうなったらもう手遅れ。もう出られない。白く輝く前に、別の誰かが、鏡に映れば、呪いはその人に変わる。だから早く、次の誰かに、